どうしよう。この数字全部書き換えられてる。こんな時間じゃ修正なんて間に合わないわ。深夜のオフィスにその悲痛な声が響き渡った。声の主はプロジェクト責任者として社運をかけた新システム開発を任されている若き令嬢美晴。いつもは冷静で強気な彼女だが、深夜に及ぶ作業の最中、膨大なデータの改ざんを発見してしまったのだ。あと数時間で海外の大口取引先を迎えてのプレゼンが控えているというのに、今のままでは発表資料すら形にならない。騒ぎを聞きつけた夜間警備員の俺は、彼女の慌てぶりを横目に端末のログを素早くチェックしていく。ただの警備員だが、守るべき相手が危機に陥っているなら黙ってはいられない。確かにこれは巧妙に書き換えられてますね。でも大したことありませんよ。やったのは素人ですから。端末画面を睨む俺の言葉に涙目になっていた美晴が思わずきょとんとした表情でこちらを見上げる。そんな簡単に言うけど、あなたただの警備員なんでしょ？本当に平気なの？彼女の問いかけに俺は冷静にマウスを動かしながら静かに息を吐いた。ご心配なく、短時間でやれることは限られますが、やりようはあります。俺だってただの警備員じゃないんです。俺の本当の姿を明かすと、彼女が息を飲む声が聞こえた。それもそうか。だって俺の正体は、俺の名前は黒崎修一。昼夜逆転の生活が肌に合うらしく、今は大手警備会社の夜勤専属として働いている。もともとはもう少し物々しい職場にいたが、そこで理不尽な出来事が山ほどあり、組織の論理や上層部の都合に振り回され続けて、いつの間にか心がすり減っていた。何もかも嫌になって辞めた後、今の警備会社に拾われた。夜の警備という仕事は孤独なようでいて、意外と性に合っている。無用な干渉もないし、同僚との付き合いだって最低限で済む。俺は静けさの中、決められた巡回ルートを回りながら、ただ、建物の安全を見守るだけでいい。そんな単調な日々が続いていた。そんな俺が今、夜間警備のオフィスフロアから顔を上げると、視界には蛍光灯のほんのり冷たい光が広がっていた。深夜のビルは妙に空気が澄んでいる。巡回を終え、防犯モニターの前に腰を下ろし、誰もいないフロアを見渡す。やがて、小さくあくびをしながら、ターミナルに表示される警備ロゴを確認していた。そこに突然、スマートフォンのバイブが振動音を立てる。ディスプレイに映る相手の名前を見て、俺は眉を潜めた。上司の高津さんからの着信だ。この人はかつて俺がいた組織で一緒に仕事をしていた恩人でもある。今の会社へ転職してくる時にも動いてくれて、本当に頭が上がらない存在だ。ただ、呼び出しとなると、あまりいい予感はしない。黒崎です。俺が電話に出ると、高津さんは低くもはっきりした声で言った。夜分に悪いな。急ぎで頼みたい仕事があるんだが、時間はあるか？高津さんの頼みなら、聞かないわけにはいきませんよ。そう応じながら、俺は胸の奥にかすかな警戒心が芽生えるのを感じた。高津さんがわざわざ夜中に連絡してくるなんて、ただの巡回やビル警備では終わらないに決まっている。おそらく面倒な案件だろう。俺がそう判断しながら落ち着いていると、高津さんは苦笑交じりに続ける。助かる。実はうちの会社の重要顧客から夜間の警護を強化してほしいとの依頼が入った。しかもただの警備強化じゃなく、特定の人物の護衛を最優先にしてほしいらしい。護衛ですか。VIP 対応は専門チームがいますよね。通常ならそうなんだが、先方の希望で社内に常駐する夜間警備員がいいって条件があるんだ。加えて本人があまり大げさなボディーガードを嫌うらしくてな。そこでお前を指名してきた。俺を？正直言って、要人警護の仕事は前の職場で散々やらされてきた。もう二度とごめんだ。それに VIP ほど面倒な相手はいない。俺は断る隙を探して口を開いたが、高津さんが言葉を重ねる。先に謝っておく。すまん。どうしても引き受けてほしい。給料アップの条件もつける。他のものじゃ対応が難しそうなんだ。相手は柊コンツェルンの令嬢だ。本人は若いが重要なプロジェクトを指揮していて、
少し前から社内で不可解な不祥事が続いてるらしい。柊コンツェルン、大企業ですよね。会長だとか社長だとか、やたら派閥も多いと聞きますが。そう。会長と社長が特にお嬢さんを心配していて、会社全体の夜間警備を強化したいそうだ。加えて、とにかく娘を無事に守ってほしいと。悪いが頼む。高津さんが頭を下げる様子が目に浮かぶ。面倒でも、こうして頭を下げる彼を、俺は無下にできない。かつての職場で、唯一とも言えるほど、誠意を持って接してくれた人だからだ。俺は苦いため息をついてから答えを返す。わかりました。ただし給料アップ、ちゃんとお願いしますよ。任せろ。何かあったらすぐ連絡をくれ。電話を切った後、俺は慣れた手つきでモニターの電源を落とし、深夜のフロアに静かに立ち上がった。高津さんに借りがある限り、俺に拒否権はない。面倒な令状の護衛。やれやれ。また人間関係に気を使う仕事だ。だが、人一倍情報戦には慣れているはずの俺だ。簡単に取りこぼしはしない。そんな自負を胸に、俺は身支度を整えた。翌日、やがて高津さんが現れ、短い挨拶を済ませると、車で柊コンツェルンのビルへ向かうことになった。ビルに着くと、エントランスからして高級感が漂い、受付のスタッフは流れるような笑みで出迎えてくる。普段警備している雑居ビルとは次元が違う。豪華なエントランスを抜けて、特別仕様のエレベーターに乗り、最上階付近のオフィスフロアへ移動すると、すぐに案内されたのは、応接室のような場所だった。そこには、柊コンツェルンの現社長である、柊隆翔が待っていた。背筋を伸ばした新自然とした男性で、第一印象は物腰の柔らかな企業人といったところだ。俺たちを見ると、彼は穏やかな笑みを浮かべる。よく来てくれた。うちの娘、美春の担当をお願いしたい。最近物騒な事件が多くてね。社内のシステムデータが書き換えられたり、機密資料が消えたりしただけじゃなく、プライベートでも不審者につきまとわれかねない状況らしい。会長、私の父も大変心配しているんだ。あの子は若くして重要なプロジェクトを抱えているし、おまけに容姿も目立つから余計に狙われやすいのかもしれない。どうか何事もないよう守ってやってほしい。承知しました。具体的には夜間帯にどのような警護を行えばよろしいでしょうか。俺が問いかけると、柊社長は苦笑交じりに言葉を続ける。娘は誰かに干渉されるのを嫌う性分でね。だが、会社の会長としては、やはり念には念を入れて守りたいのも事実。表立ってボディーガードを雇うと反発されかねないし、騒ぎを大きくしたくもないから、夜間警備の一環として、そっと見守ってほしいんだ。そこまで聞いて、一つ息をついたところで、ドアがノックされ、すらりとした女性が入ってきた。柊美春。おそらく、この会社のお嬢様だ。肩までの整った髪。キリリとした目元。年齢は20歳そこそこくらいだろうか。しかし、その視線には迷いがなく、強い意志を感じさせる。俺と視線が交わった瞬間、彼女はわずかに眉を潜めた。そして、父親に向かって冷ややかな声で言う。お父様？また人を増やすんですか？今度は派遣の夜警を雇って私を監視するつもり？それなら先に言っておいてほしいんだけど。柊社長は申し訳なさそうに眉間にシワを寄せる。いや、美春。監視なんて大げさな話ではない。最近あまりにも物騒な出来事が重なっているだろう。娘を放っておくわけにはいかないよ。私は自分の仕事を続けるだけ。余計な手出しをされなければ、それでいいわ。まるで俺の存在など気にしないという素振りで、美春は淡々と応じる。とはいえ、その瞳の奥にかすかな警戒心が宿っているのは俺にも分かった。どうやら自分は守られる立場ではないと主張したいらしい。俺は心の中でため息をつく。この態度か、相当なお嬢様だな。きっと自分のやり方を貫きたいのだろう。それ自体は別に悪いことじゃないが、護衛する側としてはやりづらい。今日から夜間帯は私が担当します。お嬢様にもご不快な思いをさせないよう努力しますので、どうかご容赦を。そう俺が口にすると、美春はあからさまにそっぽを向いた。どうぞご勝手に。ただし、変に私を束縛しようとするなら容赦しないわ。いろいろ
仕切りたい人は苦手なの。まさしく、わがまま令嬢の典型に見える。とはいえ、こちらも仕事だ。俺は努めて表情を変えず、柊社長に一礼してから、本日は夜から配置につきます。とだけ告げる。すると、社長は少し疲れたような笑みを浮かべた。娘は頑張りすぎるところがあってね。ありがとう。応接室を出る頃、俺の背中には、すでに重たい視線が突き刺さっている気がした。とにかく厄介な護衛だが、ここで投げ出すわけにはいかない。恩人である高津さんの顔を浮かべながら、俺は胸中で静かに気合を入れ直した。その日の夜、薄暗いビルの最上階にあるセキュリティオフィスで、俺は数十台に及ぶ監視カメラの映像を順繰りにチェックしていた。遅い時間とはいえ、このビルは大企業のオフィスだけあって、徹夜続きで残業をしている社員も少なくない。だが、今のところ大きなトラブルは報告されていない。深夜の巡回を終えたばかりの俺は椅子に腰掛け、コーヒーをすすりながら画面を見つめ続けていた。特に変わったところはないか。つぶやいてから大きく伸びをする。ここは大手警備会社から派遣されてきた人間だけが入れる専用区画で、さほど広くはないものの、最新のシステムが整っていた。複数のモニターに映るオフィスや廊下の様子はどれも静かなまま。他の夜勤警備員たちも異常なしの連絡を入れてくるばかりで、退屈といえば退屈だが、何事もない平和な夜が一番だと常々思う。そのカメラの隅に美晴を見つけた。若くして重要なプロジェクトを動かしているという話だが、さすがに深夜まで残って仕事とは、よほど忙しいのだろう。そこに加えて、美人ゆえに周囲から妙な目で見られることが多くなったという噂も聞く。仕事とプライベートの両方で問題が増えているなら、本人もさぞ疲れているだろうに。余計なお世話かもしれないが、俺はそんなことを思わずにはいられない。少し声をかけておくか。俺はモニター前から立ち上がった。セキュリティオフィスを出て、ささやかな照明に照らされた廊下を進む。深夜特有の静けさの中で、自分の足音がやけに響いた。しばらく歩いて、彼女がいると映っていた。執務室に近づく。ガラス扉の向こうに見える背中は、細身ながら、芯の通った雰囲気を持っていて、髪を束ねた姿勢は、凛々しさすら感じさせる。だが、同時に張り詰めた空気が伝わってくるのは、気のせいじゃないだろう。俺が扉を軽くノックすると、美晴は少し驚いたように振り返ったが、すぐに表情を冷ややかに戻した。何の用ですか？まるでこっちの集中を乱さないで、とでも言いたげな視線だが、俺も仕事だ。引き下がるわけにはいかない。今のところ大きな異常はありません。ですが、夜中に一人で残っていると危ないこともありますので、一応声をかけました。何か困ったことはありませんか？すると彼女はわざと少し間を置いてから薄く笑う。タブレットをくるりと持ち替えつつ、もったいぶった口調で言った。困ったことといえば、あなたに仕事を中断させられていることかしら？わざわざ来てくれたのはありがたいけど、私この書類が1秒でも早くまとまらないと大変なのよ。あなたがいると集中できないわ。ねえ、あなたは私の時給って知ってる？いえ、存じ上げませんが。今私がここにいるだけで、会社にかなりの金額が動いてるの。ついでに言うと、下手な警備員さん何人分くらいかしら。つまり、私の1分1秒は価値があるの。だから、無駄話で時間を食われるのは本当に困るのだけど。遠回しどころか、もはや露骨に、あなたなど相手にしていられないと言わんばかりの口ぶりだ。俺は内心で苦笑するが、表情は崩さず、静かに言葉を返す。そうですか。でも、それでも万が一のことを考えないわけにはいかないんです。少なくとも、社長や会長は、深夜の車内や、あなたの身辺で、不審者が出没することを警戒していますから。すると美晴は、タブレットを机の上に放り出し、今度は肩をすくめて、呆れたように続ける。でもあなた派遣じゃない？責任ないんでしょ？大変ね。こんな遅くまで仕事させられて。残業手当目当てかしら？ああ、派遣ですけど、仕事はきっちりやりますよ。一応警備のプロですので、失礼な言い方にも程があるが、仕事ぶりで見返すしかない。俺は淡々と受け流しながら、一度短く息を吐く。正直、あなたがどの程度危険にさらされているかは、具体的な状況を聞かないと把握できない。
お嬢様自身がお分かりの範囲で教えていただけると助かるんですが。何もないわ。お父様とおじいちゃんが大げさに騒いでいるだけ。すぐ警備を増やせって騒ぐのよ。だけど、ここのセキュリティシステムは完璧よ。何か起こるはずなんてない。だから、警備を増やすとか迷惑なのよ。気にしすぎ。勢い込んで言う割に、その目元には疲労の色が浮かんでいるように見えた。だが本人は決して弱音を吐かないらしい。俺はわずかに眉を寄せながら相槌を打つ。わかりました。ですが、万が一の可能性は考慮しないと。鬱陶しいわ。とにかく、私を必要以上に束縛しないで。仕事の邪魔になるし、警備員さんのお仕事とやらも、ほどほどでいいのよ。じゃああっち行ってて。最後は露骨に、こちらを追い払うような仕草だ。俺は了解しました、と短く返答して、ドアを閉めた。この冷たい対応に腹が立つかといえば、不思議とそうでもない。むしろ、こんな遅くまで一人で張り詰めている彼女の姿に少し同情すら覚える。さて、巡回に戻るか。多少投げやり気味に独り言をこぼしつつ、俺はセキュリティオフィスへ引き返す。モニターを一通りチェックしたら、再びフロアを歩いて回るつもりだった。だが、その矢先、モニターの一つに妙な動きが映った気がした。さっきまで誰もいなかった廊下の奥に誰かが立っている。スーツ姿の男性のように見えるが、映像が少し暗い。残業している社員とは別の得体の知れない存在感が漂う。誰だ？思わず口に出る。通常、深夜に出入りする社員は限られているし、警備員が把握できる ID カードでしかフロア移動はできないはず。なのに、あの男はなんだ？疑惑が胸を駆け抜け、俺はモニター越しに視線を凝らす。だが、カメラに映らないところを狙っているのか、相手は何度か姿を消した。こちらに気づいているのかもしれない。まずいな。とりあえず現場に行くか。迅速に判断し、通信機で周囲の警備員に報告する。そして俺は急いで廊下へ駆け出した。ビル内は静かなままだが、この静けさの裏に何かが潜んでいる。先ほど、美春がいた執務室の近くを思い浮かべつつ、俺は足を速める。通路を曲がるたびに、冷たい空気が肌にまとわりつき、鼓動が早まっていく。遠くから物音がしたと思ったら、意外なほど近い場所だった。誰かが、くっと低くうめく声が聞こえる。駆け寄ると、そこには美春が床に倒れ込むようにして座り込み、目の前には見知らぬ男が立ちはだかっていた。男の手が荒々しく伸び、美春の腕を掴もうとしている。この距離からでも、彼女の怯えた表情がわかる。やめろ！俺は反射的に声を張り上げ、男の腕を横から掴んだ。驚いた男がこちらを睨み返してくる。だが、一瞬隙ができたそのタイミングで、俺は相手の腕をひねりつつ、重心を崩し、床に押さえつける。大事に至らぬよう、なるべく手早く対処したが、それでも男は抵抗を続けようとしていた。俺は厄介だと感じながらも、なんとか力ずくで相手の身動きを封じる。大丈夫ですか？美春に声をかけるが、彼女は目を見開いたまま、言葉を失ったように動けずにいる。先ほどまで強気な口調だった彼女の唇が震えているのを見て、俺は改めて事態の深刻さを思い知った。やがて通報を受けた社内警備の仲間が駆けつけ、男を取り押さえる。詳細はまだわからないが、男はどうにかしてフロアに侵入し、美春に近づいたらしい。言動からしてかなり危うい執着を抱いている可能性がある。俺は小さく息を吐き、深夜に響く騒ぎを背中で感じながら美春に向き直った。すみません。少し目を離した隙にこんなことに。言葉の端に悔しさが滲む。どんなにシステムが整っていても、相手が人間である以上、完璧な防壁はない。俺の経験上、一番気を抜いちゃいけないのは夜の時間帯だというのに、結果的に危険を許してしまった。美春はまだ動揺した様子だったが、なんとか立ち上がり、少しだけ安堵したように深呼吸をする。その後、弱々しい声で絞り出すように言った。私、あんな人が、こんなところまで来るなんて。その目には、ほんの少し涙が浮かんでいるように見える。それを懸命にこらえる姿は、先ほどまでの強気なお嬢様とは違い、年相応の不安定さを感じさせた。俺は、彼女の肩に手を添えたい衝動に駆られたが、気持ちを抑え、少し距離を置く。彼女が、ふと俺の方を見て、
かすれた声で言う。ありがとうございます。それだけで十分だ。さっきまでの態度を責めるつもりもないし、むしろ彼女こそ何も悪くない。俺は首を振り、静かに目を伏せる。いいえ、これが俺の仕事です。けど、今回分かったと思いますが、こんなことが2度3度と続けば、いつか取り返しのつかない事態になるかもしれない。口にしてから、彼女の表情がさっとこわばるのが分かった。だが続けるしかない。警備のためには、どうしても彼女の協力が必要なのだ。だから、今後はもう少し、俺たち警備側に協力してください。些細なことでもいいので、情報を共有してほしい。でないと、俺も万全に守りきれません。美晴は唇を結んだまま、うつむいていたが、やがて震える指先で、スマートフォンをぎゅっと握りしめる。そして、ほんの少しだけ視線を上げた。わかった。ごめんなさい。あなたがいなかったら、どうなっていたか。彼女の目は、不安と後悔が入り混じっているようだった。あれほどの強情され突っぱねていた女性が、今は素直に感謝と申し訳なさを口にしている。俺は軽く苦笑した。これからも夜遅くまで仕事をするならなおさらです。まずはあなたの周囲にある危険要素を把握しておく必要がある。妙な連絡があったとか、変な噂を聞いたとか、どんな細かなことでも構いません。後からでいいので教えてくれますか。美晴はひどく疲れた表情で、それでも小さくうなずいた。そこへ慌ただしく警備会社のスタッフや社内の社員が集まり始める。男はすでに引き渡され、あとは警察に連絡して事態を整理する段取りだろう。俺は立ち去ろうとする美晴の肩をそっと呼び止める。歩けますか？もし足元がおぼつかないようなら、応接室のソファーで少し休んでもらってもいい。医務室に行くなら付き添いますよ。美晴はふらつきながらも歩み出すが、なんとか自力で進めるようだ。少し離れたところまで来ると、彼女は振り向きもせずに小声で言った。ありがとう。今夜はもう仕事を切り上げる。こんなことがあったら集中できないし、あなたの言う通り、警備の人たちとちゃんと話をする。先ほどまでの毅然とした態度とは違い、気弱さが滲んでいた。それを聞いて、俺はゆるく息をついた。彼女の言う大したことじゃないが、いかに危うい感覚だったのか。本人も身をもって悟ったのかもしれない。これを機に少しは警戒心を持ってくれるといいのだが、お大事に。今夜はゆっくり休んでください。そう声をかけると、美晴は小さくうなずいて去っていく。周囲のスタッフから事情聴取をされるのが面倒そうに見えるが、それを拒むだけの元気はないのだろう。俺は後ろ姿を見送りながら、胸の奥にやるせない感覚が広がるのを抑え込んだ。あの夜の騒動の後、俺はすぐに会社の出入り口や内部通路の監視データを洗い直した。だが、例の不審者については、詳しいことがほとんどわからない。身元を示すような、カードの履歴も偽装されていたらしく、侵入経路はどこかの社員 ID を横流ししたか、あるいは内部に協力者がいる可能性が高い。少なくとも、外部の全く無関係な人間が簡単に入り込めるようなビルではない。どうも内部的な犯行っぽいな。じゃなきゃ、あのフロアにたどり着けないだろう。そう高津さんに報告すると、彼も苦い顔をしてうなずき返した。せっかく大手警備会社が入っているにもかかわらず、抜け道を作れる人間がいるなら厄介だ。しばらくの間、ビル内の警備体制は一段と厳しくなり、俺も深夜を中心にフロアを回る仕事を続けていた。ところが、あの事件をきっかけに、美晴は会社のビルにはあまり姿を出さなくなった。社長や会長がもう少し安全な場所で落ち着いて作業をさせたいという意向を示し、彼女は自宅兼お屋敷の一角で仕事を続行することになったらしい。もちろん、仕事に穴を開けるわけではないようで、オンライン会議やタブレット端末を使って業務を回している。それでも、あの夜の怖い出来事がトラウマになっているのか、さすがの美晴も、当面は夜遅くまで会社に残るのを控えるようだ。黒崎、お前も屋敷の方に行ってやってくれ。あちらのセキュリティは万全とは言えんだろうが、仕事はこれまで通り抜かりなくな。高津さんにそう言われて、俺は車を走らせ、美晴が住む大邸宅に足を運ぶことになった。広大な敷地と鉄製の門扉。管理人らしき人が出入りしているが、確かに企業ビルに比べたら
セキュリティシステムは古めかしい印象を受ける。けれど、敷地内には複数の監視カメラが設置されていて、あちこちから視線を感じる。こんにちは。お待ちしておりました。黒崎様でいらっしゃいますね。玄関先まで出迎えてくれたのは、屋敷好きのお手伝いさん。小野寺と名乗る女性だった。以前にビルの廊下でちらりと見かけたことがあるが、落ち着いた物腰と柔らかな笑顔が印象的だ。彼女は俺を招き入れると、きちんと屋敷の見取り図や通用口の場所まで案内してくれる。どうやらこの人がお嬢様の秘書兼メイドという立場らしい。お嬢様は先日のことで少しお疲れのようですが、気持ちは変わらず前向きに仕事を進めてらっしゃいます。夜になればまたプロジェクト関係のオンライン会議が入るとか。ただ、セキュリティ面も含め万全を期したいとのことですので、何かありましたら遠慮なく私に声をかけてください。小野寺さんはそう言って柔らかく微笑んだ。彼女を見ていると、あのわがまま令嬢が唯一気を許していそうな理由がなんとなくわかる。表向きは丁寧で物静かな女性だが、その目には確かな意志の強さが宿っていた。わかりました。協力させていただきます。俺もビル警備と勝手が違うので、いろいろ教えてもらえると助かります。そう伝えると、小野寺さんは、お任せください。と、頼もしげにうなずき、屋敷の防犯設備や出入りのルールを手短に説明してくれた。ちなみに美春は、まだ自室で仕事をしているらしく、今は会うつもりもなさそうだ。あの夜の件で気まずいのか、それとも単に忙しいだけか。俺は正直、顔を合わせても互いにギクシャクしそうなので、助かったような気もしないでもない。それから数日が過ぎたある夜のこと。敷地内の巡回を終えて屋敷の建物に戻った俺は、玄関を抜けて居間の方へと足を向けた。大きな窓越しに見える庭は闇に沈み、静かに照明が灯っている。さっきまでは裏口や壁際に設置された監視カメラの映像をチェックしていたが、とりあえず問題なし。ほっと一息つこうとした矢先だ。廊下から覗いた居間には、小野寺さんが一人でソファーに腰掛けていた。背もたれに寄りかかって、少し疲れた様子を隠せないようだ。こちらに気づくと、彼女はゆるく背筋を伸ばし、軽く会釈する。黒崎様、お疲れ様です。巡回はいかがでしたか？特に異常はありませんでした。裏口周りの鍵やセンサーも問題なさそうですね。小野寺さんがふっと微笑む。しかしその目の奥は、どこか思案するように揺れている。美春のことを案じているのだろうか。実際先ほども、廊下の先で美春とわずかに言葉を交わしたが、相変わらず冷たい視線で、見回りありがとうございます。でも邪魔だけはしないでください。とあしらわれ、俺はほとんど何も言えずじまいだった。仕事だから仕方ないとはいえ、さすがに少し気がめいる。俺が思わず苦笑交じりに息をついたのを見てか、小野寺さんは申し訳なさそうに目を伏せる。どうかお嬢様を責めないであげてください。あの方は表面上はあんな態度をとっていても、本当はとても不器用なだけなんです。そういう彼女の声はどこか寂しげだ。俺はソファーの斜め向かいに腰を下ろし、言葉を選ぶように尋ねた。責めるというより、正直何か事情でもあるのかなって。あんなに突き放されると、俺の方がどう接していいのかわからなくなります。もちろんご無理もないでしょうね。実は、会社の業績が芳しくなくて、最近かなり厳しい状況なんです。お嬢様はそれを何とか持ち直そうと奔走していらっしゃる。特に開発部門のプロジェクトが大きな勝負どころという話を聞きました。そこに追い打ちをかけるように、グループ内の派閥争いも激しくて、小野寺さんは疲れ切った顔をわずかに曇らせた。落ち着いた物腰の裏に、どうしようもないもどかしさが滲み出ているように見える。ご存知かもしれませんが、会長や社長がどれほど優秀とはいえ、一枚岩というわけではないんです。親族や古参の役員の間には微妙な力関係があって、特にお嬢様のいとこの流星様が派閥を握ろうとしているとも噂されています。社内では、美春お嬢様か流星様か、どちらが時代を担うべきかって声もありますから。なるほど。と俺は小さく相槌を打つ。大企業ほど内部対立は表には出にくいが、一旦渦が巻き起これば足の引っ張り合いが始まる。開発部門のプロジェクトに横槍を入れられた。
という話もあながち無関係ではないのだろう。そういった対立を背景に、外から見えない圧力が増しているんです。お嬢様はその荒波を一人で受け止めようとしている。だからこそ、あんなに無理を重ねていらっしゃるんでしょう。小野寺さんの声には、お嬢様の身を案じる気持ちと、それでも応援しているという確かな信頼が混ざり合っていた。思えば、あのわがままな態度の根底には、確かに何か大きな使命感のようなものが垣間見える。ビルのオフィスでもトラブルが起きれば真っ先に先頭に立とうとし、周囲を叱咤していた姿が印象に残っている。表面上はわがままに見えても、本当は誰より責任を背負っている。小野寺さんの言葉を思い返すと、すんなり腑に落ちた。なら、ますます気をつけないといけませんね。彼女が今一番狙われやすい立場にいるということですから。俺がそう言うと、小野寺さんは小さくうなずいて目を伏せる。はい。流星様のことを悪く言うつもりはないのですが、社内にはお嬢様はまだ若いから荷が重いなどと吹き込んで、彼女の立場を揺るがそうとしている人たちもいるみたいで、今後も何が起きるかわかりません。どうか黒崎様にはお嬢様を支えてあげてほしいんです。口調こそ穏やかだが、その瞳には切実な光が宿っている。どんなに優秀でも、わずか20歳そこそこの令嬢が大きなプロジェクトと派閥争いを同時に背負うのだから、相当きついに違いない。ましてや、先日は物騒な不審者まで屋内に侵入してきたのだ。承知しました。社内の派閥争いってところまでは、俺の手の及ぶ範疇じゃないかもしれませんが、少なくとも彼女の身の回りに不審な動きがあれば、全力で対処します。そう答えた俺に、小野寺さんは安堵の笑みを浮かべ、深く一礼をしてから付け加える。お嬢様ご自身も、不審者事件の件で動揺していたと思います。でもそんな時にも、誰かに頼るどころか、自分を責めてしまうタイプなんです。だから気が向いたらで構いません。どうかそっと見守ってあげてください。あなたが相手なら、少しずつでも、心を開くかもしれませんから。小野寺さんがそう締めくくると、部屋の奥から、かすかに、人の動く気配がした。おそらく使用人の誰かだろう。話を聞かれたくないのか、小野寺さんはすっと立ち上がり、微笑を浮かべる。長々と失礼しました。こんなこと、お嬢様からしたら余計なお世話かもしれませんけど。いや、むしろ助かりました。彼女のことを全く知らないまま警備をしていたんで。俺がそう言うと、小野寺さんはもう一度柔らかく笑ってから、では私はこの辺りで、と身を引く。残された俺は、しばらくソファーで木工する。苦境に立たされたプロジェクトか。ここは表向きは華やかな大企業だと思っていたが、中身はいろいろと大変なのだろう。それにしても、あんな言葉を投げかける裏に、そんな理由があったとはな。どうやら表面上のわがままお嬢様イメージだけでは語れないものがあるらしい。彼女は誰よりも一人で頑張り、戦いながら会社を盛り立てようとしている。あの人がもう少し楽に呼吸できるよう、俺にできることがあればな。ため息混じりにつぶやき、ソファーから立ち上がる。警備の仕事に私情を挟むべきかどうかはわからないが、俺はもうそれほど堅くなじゃないらしい。せめて再びあんな危ない目に遭わせたりはしないためにも、もっと警戒範囲を広げておく必要がある。それから数日後の夜、屋敷の廊下を巡回していた俺は、ある角を曲がった先で、不意に三春の小さな背中を見つけた。深夜の廊下は薄暗く、壁のシャンデリアがほんのり光を落としている。そんな静寂の中、彼女は一人で窓際に立ち尽くしていた。近づいてみると、いつもとは打って変わって肩が落ちている。カーテンの向こうで夜の景色を眺めながらため息をついているようだ。声をかけるべきか迷ったが、警備の立場上見過ごすこともできない。俺はやや緊張しながら小さく声を落とす。こんな時間に廊下にいるなんて珍しいですね。大丈夫ですか？三春はびっくりと肩を震わせ、こちらに振り向いた。一瞬、いつもの冷たい表情に戻りかけたように見えたが、疲れの方が勝ったのか、すぐに力が抜ける。深呼吸しようと思っただけ。部屋の中ばかりだと息が詰まるから、すぐ戻るわ。その小姉には、張り詰めた強がりが感じられない。こうして間近で見ると、確かに彼女はまだ若く、どこか心細さを抱えている人間だ。
俺は少し迷ってから言葉を継いだ。気分転換は大事ですよ。あまり無理しない方がいい。あれだけ周りに気を張っていると、自分が壊れちまう。すると美晴は意外そうに俺を見上げる。あなたがそんなこと言うなんて、警備の仕事って厳しいんじゃないの？厳しいかもしれません。だけど、俺は前にもっと堅苦しい組織にいたんです。上からの理不尽な命令が絶えなくて、息苦しかった。それでやめました。だから、あなたが周囲の思惑や会社の期待に押しつぶされそうになってるのを見てると、人事じゃない気がして。自分でもよく話すなと思うほど自然に口が動く。彼女が驚いたように目を丸くしたのが分かった。そう、あなたにも色々あったのね。いつもとは違う、少しだけ柔らかい響きがした。あなたは、なんでそこまで背負い込むんですか？失礼かもしれないけど、大企業の若い令嬢なら、もっと自由に生きられるんじゃないかと。美晴は窓の向こうに視線を戻したまま、小さく息をつく。自由ね。そう見られるのはわかるけど、今の会社の状況を放っておいたら、大勢が困るでしょ？父やおじい様を含め、多くの人が働いてる。その重荷を下ろすわけにはいかないのよ。誰かがやらなきゃならないなら、私がやるしかないって思ってたら、いつの間にか、こんなに苦しくなってた。そっと拳を握った彼女の横顔は、どこか寂しげだ。あれほどわがままに見えていた令嬢が、こんなに繊細な部分を抱えていたなんて。と胸が痛む。それは、一人で背負いすぎですよ。ぽつりと漏らす俺の言葉に、美晴は苦笑混じりに返す。わかってる。だけど今更誰かに頼るのも甘えに思えてしまって。だから、あなたみたいな人相手にはつい突き放しちゃう。頼りにしてるって言ったらバカにされるんじゃないかって怖いのかも。そうか。彼女だって怖いんだ。仕事を失敗すること。周りに見放されること。そして自分が愛想をつかされること。孤独という盾を持ち歩きながらも、本当は助けを求めたいのかもしれない。俺はバカになんてしませんよ。派遣ですけど、少なくとも俺は自分の仕事を全うしたいからここにいるんです。そして、俺は軽く微笑もうと試みる。ぎこちない笑みだったかもしれないが、美晴はほんの少しだけ目を丸くした。意外と、いい人なんだね。どうだか。まあ、必要なら頼ってください。俺でよければ、聞くだけでもしますから。そのまま沈黙が落ちる。夜の風がカーテンを揺らし、シャンデリアの光がかすかな揺らめきを作った。少し息苦しかった空気がどこか穏やかになった気がする。そろそろ部屋に戻った方がいい。冷えると余計にしんどいですよ。そう声をかけると、彼女は遠慮がちにうなずいた。先ほどまで見せていた硬い表情とは違い、ほんのわずかにほころびがある。俺が道を譲って先に立ち去ろうとすると、美晴はかすかに口を開いた。ありがとう。少しだけ気が楽になった。頼りにしてます。決して大きくはない声だが、俺にははっきり届いた。心の奥がじんわりと温かくなるような感覚を覚えながら、俺は彼女の背中を見送る。わずかだけれど、今の俺たちにはそれで十分なのかもしれない。そう思いながら。あれから数日が過ぎた。深夜の廊下で心を通わせて以来、美晴は以前よりも少しだけ柔らかい態度を見せるようになった。仕事の疲れが限界に近づいているのは相変わらずだろうが、俺に対して全く気を許さないわけでもないらしい。夜に顔を合わせれば、警備お疲れ様、と一言。ぎこちないながらも声をかけるようになったのだ。それでも状況は楽観できるものではなかった。会社全体が悪い数字を出し続けているらしく、美晴が率いる開発部門の新プロジェクトが成功するかどうかは、グループの将来を左右するとまで言われている。ヒリヒリとした空気の中で、美晴自身も限界ギリギリの精神力を振り絞っているようだ。そんな中、運命の大きなプレゼンが迫ってきた。美晴が開発中の新システムを外部の重要取引先に披露し、契約を取れるかどうか。まさにグループ再建の鍵を握る場面である。会長や社長、そして関連役員までもが、このプレゼンを何としても成功させろと躍起になっていた。しかし、その直前、事件は起こった。プレゼンに使う資料やデモデータが大幅に書き換えられていたのだ。しかもその改ざんはかなり巧妙で、
一見すると正しい情報と区別がつかない。システムの動作チェックをしていたスタッフが気づいた時には、もうあと数時間で本番というタイミングだったらしい。ミハルの作ったスケジュールや数字がめちゃくちゃに書き換えられており、これではプレゼンが成立しない。どういうこと？こんな大量の修正、私がやったっていうの？ビルの会議室に集められた数名のチームメンバーの前で、ミハルは青ざめながら声を張り上げた。深夜帯にこっそり仕込まれたらしく、各種ログを確認しても、ミハルのアカウントから変更がなされているように見える。実際にアクセス権限を持つのは、ごく限られた社員だけだが、その筆頭がプロジェクト責任者であるミハルだ。現場のスタッフたちも混乱を隠せない。みんなが、どうしてこんなことに、と動揺していた。本人が懸命に否定しても、状況証拠がミハルを追い込んでいく。おまけに、時間は刻一刻と迫っている。大丈夫ですか？休憩室に退避してきたミハルに声をかけると、いつになく弱々しい表情が返ってきた。少し前に見せた気づかれたくない強がりは、もう鳴りを潜め、唇をきつく結んだまま、表情が硬い。大丈夫なわけない。私じゃないのに。これじゃあ信頼を失うだけ。その小さな肩が震えるのを見て、俺は胸を締め付けられる思いだった。さすがにこのまま黙っているわけにはいかない。第一、内部犯行だという匂いがプンプンする。俺は深呼吸してから、なるべく穏やかな声で言った。ログを調べれば、誰が何をしたかわかるかもしれません。アクセス履歴や IP の動き、その他の操作記録を丁寧に追っていけば、何かしらの証拠が出るはずです。でも、すぐにわかるかどうか、プレゼンはもう迫っているのよ。ミハルが悔しそうに顔を曇らせる。その通りだ。数時間後には取引先の重役が来社し、本番が始まってしまう。それまでに改ざんが事実無根であると証明できない限り、ミハルには疑惑の目が向けられるままだ。ましてや改ざん部分を全部修正してプレゼンをまとめ直すなんて、到底間に合いそうにない。まずは、改ざん前のバックアップが残っていないか確認しましょう。その間俺はセキュリティオフィスでログを掘り起こしてみます。いつものわがまま令状なら、勝手にしないでと突っぱねそうな場面だが、今はそんな余裕すらないのだろう。ミハルはうなだれたまま小さくうなずいた。セキュリティオフィスに駆け込むと、俺は急いでミハルの PC へリモート接続を試みた。管理者キーを使えば、夜間警備員の立場でも深い階層まで潜り込めるのがこの会社のシステムの特徴だ。普段なら警備員がそんなところまで触れていいのかと言われかねないが、背に腹は変えられない。今は一刻を争う非常事態だ。なるほど。結構えぐい仕掛けをされてますね。妙なスクリプトが仕込まれてる。モニターを見つめる俺の目に複数の不正ファイルやウイルスらしきコードが映り込む。外部から持ち込んだバックドアが潜んでいて、起動すると同時に特定のデータを改ざんし、さらに履歴を偽装するという手の込んだものだ。しかし、よく見ればあちこちが雑だ。セキュリティソフトを抜けるための仕組みは一応あるが、無理やり感が強い。素人が高度なツールを使って作ったような痕跡が随所に見られる。素人の仕業か。つぶやきながらキーボードを叩く。裏口のコードは確かに危険だが、作りが甘いおかげで削除するのもさほど難しくはない。いくつかのコマンドを打ち込み、感染ルートを特定しながらファイルを隔離していく。あまりの手際の速さに、一緒にモニターを覗き込んでいた同僚の警備員が思わず息を飲んだ。お前、何者だよ。いくら経験があるって言っても、ここまでやるとは。後で話すよ。今は時間がない。とにかくこれで、改ざんを仕掛けたファイルが無効化できそうだ。元のデータに戻す作業も手早く済むはず。短く返事をすると、俺は追加のウイルス対策ツールを走らせ、システムを丸ごとスキャンさせる。改ざん部分を片っ端から洗い出し、連動して動くスクリプトを分断させることで、プレゼン用の資料を再構築するメンバーが安全に作業できるようになるだろう。数十分後、ひとまず落ち着いたところで、すぐ隣にいたミハルが肩越しに画面を覗き込んできた。先ほどまで曇った表情だったのが、今は驚きと安堵が入り混じった目になっている。そんな短時間でどうやって直したの？それにそのウイルス、かなり悪質な印象があるけど。悪質だけど爪が甘い。見たところ、どこかからツールを借りて無理やり繋ぎ合わせたみたいだ。高レベルに見せかけてるけど、プロの仕事じゃないな。ミハルは
目を丸くしたまま、俺を見上げる。あなた、ただの警備員じゃないでしょう。その問いに、一瞬どう答えようか迷う。が、ここで余計な説明をしている暇はない。何より、もう少しで取引先が到着する時刻だ。だから、俺は半ば強引に話題を切り上げる。今はいいです。とにかく、プレゼンへ行ってきてください。改ざんされたファイルはほぼ元通りです。あとはあなたたち開発チームが最後の微調整をすれば十分に勝負できると思います。でも、あなたのことが気になる。後でゆっくり話します。今は時間が欲しい。バタバタと動き回る社員やスタッフたちがすでに走り回っている。この後のプレゼンは会社の命運を左右する大勝負だ。見張るとてそれを理解しないはずがない。わかった。あなたを信じるわ。ありがとう、本当に。どういたしまして。見事やり遂げてください。俺は裏方で支えます。そう言うと、美晴は気持ちを切り替えたように資料を抱きしめ、足早にプレゼン会場のフロアへ駆け出していく。背筋こそピンと伸びているが、その後ろ姿からは緊張がにじみ出ていた。俺はその様子を見送ると、大きく息を吐いてから、再度システムの状態をチェックする。万が一の再攻撃に備えて、モニタリングを怠るわけにはいかない。やがてプレゼンが始まると、廊下やオフィスの緊迫感が一層高まった。俺がいるセキュリティオフィスには断片的にしか情報が入ってこないが、聞こえてくる声色や小さな拍手の気配からして、どうやら美晴たちはしっかり対応できているようだ。そして数時間後、プレゼンを終えた美晴が戻ってくると、疲れ切ったはずの顔に充実感を漂わせていた。控え室で周囲のスタッフが喜びを分かち合っている中、彼女はまっすぐ俺のところへやってきて、一息ついてからそっと微笑んだ。プレゼンうまくいったわ。本当にありがとう。あなたの言う通り資料を修正してやり直せたおかげで、途中で取引先から好感触を得られたの。それは何よりです。俺が心からの言葉を返すと、彼女はほっとしたように笑みを深める。少し前まで恐怖と不安でいっぱいだった顔が、今は安堵と達成感に包まれている。でも、あなた、やっぱり何者なの？警備員の範疇を超えていると思うんだけど。プレゼンが無事に成功し、スタッフたちの歓声が遠くで響く控え室。美晴がこちらへ小走りに寄ってきて、ほっとした顔をしながらも疑問をぶつけてきた。俺はモニターをチェックしながら小さく肩をすくめる。まあ、そのうちわかります。その瞬間、バンと乱暴にドアが開いた。振り向くと、そこに立っていたのは、彼女のいとこ、流星だ。彼は激高した表情を浮かべ、美晴を睨みつけている。ふざけるな、美晴。どうしてあんなピンチを簡単に切り抜けられたんだ？本来なら、あれで完全に失敗しているはずだろうが。荒々しい口調に、周囲が息を飲む。まさか、ここまで露骨に乗り込んでくるとは思わなかったが、流星の焦りが限界を超えた証拠だろう。美晴は目を丸くしたまま言葉を失っている。だが、もうすべてお見通しだ。どういうことなの？美晴が困惑した様子でいとこを見据える。彼女はかすかに手を震わせながらも毅然と問いかけた。しかし、流星は自分の怒りを抑えきれず、さらに勢いを増して近づいてくる。俺は美晴の前に静かに立ちはだかった。視線をそらさず、流星をまっすぐに見返す。あなたが犯人でしたか。やり方が随分稚拙だったようですね。なんだと？証拠もないのに好き勝手言うな。流星が吐き捨てるように言うが、俺はテーブルの上に置いてあったタブレットを手に取り、画面を指し示す。全部記録済みですよ。そちらが同じ環境からアクセスを仕掛けてきたら、ウイルスが逆流するように、ちょっとした罠を仕掛けておいたんです。美晴さんの PC を出しに使って改ざんを繰り返していましたよね。その罠にかかってシステムを混乱させたからこそ、焦ってここに殴り込んできたんじゃないですか。その言葉に、流星の顔色が明らかに変わる。まるで逃げ場を失った獣のように、血走った目でこちらを睨み返すが、もはや動揺を隠せない。バカな！そんなログ、どうせ捏造に決まってる。俺がそんなことをする理由もないだろう。理由ですか？次代を担うのは自分だと証明したい。もしくは、誰かから後押しされているのか。いずれにせよ、美晴さんを失脚させるためにやったとしか思えませんね。このアクセス記録が何よりの証拠です。タブレットには、時系列と IP 情報、さらにはウイルス解析の結果が克明に示されている。どれほど口で否定しようとも、ここまでの証拠を覆すのは容易ではない。くそ！流星は
焦りを隠しきれず、ついに美晴へと手を伸ばす。ふざけやがって、お前さえいなければ、こんなことには。その腕が、美晴の肩を掴もうとした瞬間、俺は素早く踏み込み、流星の手首をひねり上げる。彼の体勢が崩れたところで、さらにもう片方の手で胸元を制圧する。やめてください。これ以上暴れるなら容赦しませんよ。離せ、警備員の分際で。流星は懸命に抵抗するが、俺は動じない。低い声で淡々と言い放つ。言い忘れましたけど、俺はただの警備員じゃないんですよ。前の職場はもっと厳格で、まあ、特殊部隊で訓練を受けていました。こんな乱暴はお手の物です。いい加減諦めたらどうですか？流星は目を見開いたまま動けなくなる。周りのスタッフがざわざわとどよめき、複数の警備員が駆け寄ってきて、彼をしっかりと取り押さえた。もう逃れようがないと分かったのか、彼は腕の力を抜き、脱力する。美晴は硬直したまま、その様子を見つめていた。動揺が大きいのか、わずかに顔が青ざめている。俺は彼女に振り返って言う。大丈夫？美晴はかすかにうなずくと、彼女の瞳からはほろりと涙がこぼれそうな気配を感じた。さっきまで肩を掴まれそうになったのだ。無理もない。ありがとう。あなたがいなかったらどうなってたか。これが俺の仕事です。あなたのボディーガードですから。そう答えると、彼女は震える唇で小さく微笑んだ。言葉は出ないらしい。警備員たちが流星を取り押さえ、事態を収拾し始める。そのどさくさの中で、俺はそっと美晴を支えるように立ち、一瞬だけ息を吐いた。その後、流星は会社の内規にのっとって厳正に処分され、持っていたポジションを失った。いとこ同士だからといって情状酌量はなく、会社も会長も彼の悪質な企みを見過ごすわけにはいかなかったのだ。内部ログの改ざん、不正アクセスが決定的な証拠となり、流星の裏工作は社内外に公然と知られるところとなった。こうして派閥争いの火種だった男は勢いを失い、社の重役たちも彼から一気に距離を置いた。そして数週間後、ヒイラギコンツェルンの社内にはようやく落ち着いた空気が戻ってきた。美晴が中心となって進めていた開発プロジェクトも良い方向に軌道修正され、グループ全体の業績に明るい見通しが立ち始めたのだ。流星の不正が暴かれたことで、派閥同士の争いも沈静化し、社長や会長も改めて、美晴を次世代を担う中心人物と認め、全力でサポートする姿勢を見せている。そんなある日の夜、例によって俺は、ビルの深夜警備の合間に、美晴から少し話がしたいと呼び出された。場所は社内にある小さな応接室。疲れた様子ながらも、彼女の表情は以前よりずっと穏やかだ。おかげで、社内は本当に落ち着いてきたわ。ありがとう。深く礼を言う美晴に対し、俺は、お疲れ様です、と返す。開発部門のテストやら、プレゼン資料の再調整やらで、彼女は相当なハードワークを続けていたが、その成果がきちんと花を咲かせている。ところで、前に言ってたよね。あなたがただの警備員じゃないって。あの時ははぐらかされたけど、もう少し詳しく話してくれないかしら。そう切り出され、俺は一瞬だけ言葉を探す。だが、もう隠す理由はないかもしれない。先日の事件で、いくらか打ち解けた実感もある。俺が以前いたのは、警察の、いわゆる特殊部隊でした。正確な名前までは言えませんけど、対テロや情報収集の訓練を受けていたんです。そう言いながら、記憶の隅に残る苦い感覚をかみしめる。あれだけの IT スキルも、その訓練で身につけたの？美晴が問いかけると、俺は窓際に視線を投げながら小さく息をついた。思い出したくない記憶が頭の中をかすめる。そうですね。もともと IT 方面は得意だったんですが、部隊にいた頃は情報操作のノウハウを徹底的に叩き込まれました。どんなウイルスにも対応できるようにとか、逆に仕掛けられるようにとか、あの頃どうしても納得できない任務があって、上層部は国際的な協定違反の可能性があるとか言いながら、現場には強行突入を命じたんです。俺はまずは安全確認してからにすべきだって主張したんですが、一切聞いてもらえなかった。結果的に全く関係ない一般人が巻き込まれてしまって。そこまで言うと思わず唇を噛み締める。上官からは、組織の命令に従わないならお前こそ排除対象だとまで言われた。誰かを助けるために身を置いていた組織なのに、結局は命令が絶対という理屈で正しいはずの判断を通せなかった。自分の信念を守るより、
上の指令を優先しろって。それが当然と言われても、納得なんてできるわけがないだろう。その時、俺は思ったんです。こんな状況じゃ、人を助けるためにやっているはずの仕事で、人を傷つけているって。だから、もう、組織にはいられないなって決心した。かつての上官たちの声が耳をよぎる。お前の甘さがみんなの足を引っ張る。現場の判断を優先させるな。そんな言葉の数々。結局は、それが理不尽だと気づいても、組織は何も変わらなかった。それで辞めたんですね。小さくうなずく美晴を見て、俺は苦笑いして肩をすくめる。結果的にそうなりました。舞台を出た当初は、正直何もやる気が起きなくて、空っぽってこういうことかと思いましたよ。でも今は、高津さんに拾ってもらって、こうして夜景の仕事をしているんです。そうなんだ。美晴はうつむきがちに視線を落とし、しばしの沈黙を挟む。やがて、そっと顔を上げた。私、知らずに偉そうにしてて、あなたにひどい態度ばかりとってた。ごめんなさい。彼女が申し訳なさそうにそう言うと、俺は首を横に振る。お互い様です。俺も最初、なんて扱いづらい人なんだって思ってましたから。俺は軽く苦笑いを浮かべながらも、美晴の目をしっかりと見つめた。美晴はその言葉に少しだけ顔を曇らせるが、続くセリフに耳を傾ける。でも、あなたの事情や本当の優しさを知ってから、正直見方が変わりました。最初は仕事だから護衛するって割り切ってたんですけど、今は違う。俺がこの人のために守りたいって本気で思ったのは、あなたのひたむきさを見て心が動かされたからですよ。私がそんな大それたことしてないと思うけど。してるんですよ。あなたが会社を立て直そうとして、懸命に奔走している姿を見て、俺ももう一度人を守る仕事にやりがいを感じてみたいって思えたんです。実を言うと、俺はずっと空っぽだったから、前の職場を辞めてからは正直迷ってて。でもあなたは会社や周りの人を少しでも救いたいって信念が強かったじゃないですか。そんなひたむきさが俺にまたやりがいを与えてくれたんです。そう言って、俺は少し照れたように目を伏せる。ただ、だからこそ言いたい。あなたは全部を自分一人で背負い込まなくていい。周囲をもっと頼ってください。俺だけじゃなく、小野寺さんやプロジェクトの仲間たちもあなたを助けるためにいるんですから。わかった。私、あまり助けてって口に出したことがなかったけど、あなたの言う通りかもしれない。多分、誰かを頼るのって負けみたいに思ってたんだと思う。でも、本当に一人じゃ無理だってわかったから、これからは少しずつ頑張ってみる。ええ、そうしてください。そのためなら俺も喜んで手を貸しますよ。ボディーガードとして、そして一人の仲間として。最後の言葉に、美晴は恥ずかしそうに笑みを浮かべて、けれど、どこか安堵の色を覗かせる。彼女の瞳がうっすらと潤んでいるのは、きっとこれまで誰にも打ち明けられなかった弱さをほんの少し受け止めてもらえたからだろう。ありがとう、本当に。こんな風にちゃんと話せる相手がいて助かる。俺は微笑を返しながら肩の力をわずかに抜いた。いいえ、それはお互い様ですよ。あなたが頑張る姿勢を見せてくれたから、俺も変われたんですから。二人して顔を見合わせると、自然と小さな笑みがこぼれる。あんなにギクシャクしていたのが嘘みたいだ。照れながらも確かな温かさがそこにあった。そして、それから数日が過ぎたある夜、いつものように夜間警備の巡回を終えると、会社の社長室に呼び出された。ドアを開けると、社長と高津さん、そして美晴が揃って待っていた。よく来てくれたね。急に呼び出してすまない。社長は温かみのある笑みを浮かべ、俺を促してソファーへ座らせる。高津さんは隣で腕を組みながらニヤニヤしているし、美晴はどこか落ち着かない様子で視線を揺らしていた。まずは礼を言いたい。おかげで社内はすっかり落ち着いて、業績も上向きだ。あの騒動の時、君がいなければどうなっていたか。まったくありがたい存在だよ。社長の言葉に俺は深く頭を下げる。恐縮です。ただ、俺は与えられた職務を果たしただけです。すると、高津さんが軽く笑い、紙袋を取り出してみせた。そう言うな。実はな、前の職場でお前の活躍が噂になってるんだ。戻ってこないかって話も来ている。どうする？ここでの仕事を続けるのか、それとも。それはあの日から想定していた提案だった。かつて俺が所属していたのは、警察の特殊部隊で、理不尽な命令にも逆らえず、結局、自分の信念を貫けないと感じて辞めた経緯がある。ところが最近、あの時に上にいた
人事を牛耳っていた上司が異動になり、組織の方針も変わったらしい。その結果、以前のような息苦しさはなくなったから戻ってこないかという打診が改めて舞い込んできたのだ。高津さんからはどうするという視線を向けられ、俺もいずれこうなるかもしれないとどこかで予感していた。だが、それより先に横合いから声を張り上げたのは美晴だった。彼女は一歩前に出て、すがるような表情で俺を見つめている。私、このままあなたにボディーガードを続けてもらいたいんです。会社はまだ再建の途中だし、不安なことも多くて、またこの前みたいなことが起こらないとも限らないから。その言葉に、社長と高津さんの視線が一斉に美晴へ向かう。いつもは凛としている彼女が、今は少しだけ、頬を赤く染めていた。その様子を見た社長は、くすりと笑みをこぼした。これは、どうやら、恋の予感かもしれませんな、高津くん。ええ、社長。お嬢様がこんな風に感情をむき出しにするなんて、ちょっと珍しいですね。美晴は、さらに顔を赤く染め、俺の方も何とも言えない照れくささに襲われる。どのみち、このまま特殊部隊へ復帰する気持ちが薄かったこともあり、俺は小さく息を吐いて決断した。正直、俺も前の職場にはもう未練はありません。大切な人ができてしまったんで、美晴さんがこうして頼んでくれるなら、俺はここに残ります。警備の仕事もまだまだやり残したことがありますし、そう言うと、美晴は一瞬きょとんとしたが、すぐに嬉しそうな笑みを見せる。俺が大切な人という表現を使ったことで、顔がさらに赤くなったらしい。横で社長が、あっはっは、そこまではっきり言うか。と笑い、高津さんは、おいおい、こっちが恥ずかしくなるぞ。とからかってくる。よし、それなら決まりだな。会社としても君に残ってもらえるなら心強い。高津くん、その警察側にはきちんとお断りを入れておいてくれ。了解です。まあ向こうも彼が戻らないなら仕方ないってくらいに考えるでしょう。あれだけの逸材ですからね。取り合いになるのも当然か。ニヤニヤしながら高津さんが携帯を取り出し、社長は目を細めて美晴を見つめ、お前も案外大胆だな。とつぶやく。彼女は、もうからかわないでよ。と小声で抗議しつつも、その方は緩んだままだ。俺はその様子を横目に見ながら、少し気恥ずかしい気持ちを抑える。ほんのわずかな時間のうちに、これだけ物事が進むとは思いもしなかった。とはいえ、こうしてみんなが納得したのなら、俺の選択は間違っていないはずだ。それからというもの、夜間警備のただの派遣だった俺は、美晴専属のボディーガードとして、改めて契約されることになった。警察の特殊部隊からの誘いは断ったが、後悔はない。むしろ、やりがいを感じる毎日だ。そしてその後、俺たちが本当に一緒になるまでには、まだいくつか乗り越えるべき試練があった。会社を盤石にするために走り回る日々が続き、また、小さなトラブルに見舞われることもあった。けれど、美晴はもう一人きりで戦うことはなくなったし、俺も人を守る意味を心から噛み締めることができるようになった。それからちょうど1年後、美晴と俺が結婚するという知らせが会社全体を駆け巡り、大きな祝福を持って迎えられるのはまた別の話。かつては理不尽な組織に失望した俺も、今では守るべき誰かがいることがこんなに温かいものだと知っている。結局、人を支えながら自分も支えられる。その喜びを二人で分かち合っていく日々がこれから始まるのだ。